こんにちは、大輔です。いやー、暑くなってきましたよね。今日なんかね、特にジメジメしてますよね。そういうね、コメントを視聴者さんよりね、いただいたばかりなんですが、皆さんね、お元気でお過ごしでしょうか。時間が過ぎるのは早いものでして、私はね、このチャンネル開設してから早2ヶ月が過ぎたわけなんですが、おそらくですね、気がついたら旅行ブームがね、始まっているなんてこともあるかと思いますので、本日はですね、海外に行かれる皆さんが将来必ずや必要になる基礎知識ですね。これを知ってないともう今後の出国はもうありえないという話をさせていただきます。いきなりなんですけど、皆さん渡航中にですね、もしコロナウイルスにかかったらどうされますでしょうかね。でもちろんね、現地の病院にかかるということになりますよね。で、本当であればね、日本の慣れてる自宅に戻って静養したいっていう風にね、お思いですよね。しかしながらなんですが、それはほぼ不可能というふうに、見ていいんじゃないでしょうかね。そう考えるべきなんだと思います。で、なんでかっていうと、飛行機に搭乗できないからなんですよね。これからの時代は、空港にね、入るのはもちろんそうなんですけど、体温検査が当たり前のように行われるわけなんですよね。その飛行機に乗るまでの間に。で、渡航に際しては、PCR 検査をもう受けるのが必須になると、陰性証明をしていくということが必須になるということもありますから、そうなるとですね、現地で治し切ってから、ようやくね、日本に帰国できるということになろうかと思います。で、ここで注意しないといけないことが、治療費なんですよね。で、日本と違って海外の治療費っていうのはめちゃくちゃ高額になることがほとんどなんですよ。で、例えばですね、アメリカ渡航中に保険に入ってない方がコロナの治療をね、現地で行ったとすると、820万かかった。そういうね、自己負担が発生したっていう試算がなされていたりするわけなんですね。これは必ずしもコロナの事例には限らないんですが、何かしらね、疾病を負って病院にかかったというケースにおいて、高額な事例が多く発生しているという話で、本当にこれ発生してるのかっていうのが気になりますんでね。実際ちょっと調べてみました。JI 障害火災保険のウェブサイトに具体的な事例がありましたので、いくつかピックアップをしてみます。これはすごいですよ。これ見てみるとね。じゃあね、ちょっといくつかピックアップしたものを読み上げるんですけど、まずね、韓国で発生した事例ですね。吐き気と嘔吐のため受診、急性膵炎と診断されて11日間入院、家族が駆けつけると。この金額、353万円ですね。オーストラリア、スキーの試合で転倒して救急車で搬送。現地クリニックで大腿骨頸部骨折と診断された後、ヘリコプターで設備が整った病院へ搬送され、6日間入院、手術という、こちらの方は471万円、かかってるわけなんですね。アメリカ、腹痛と下痢のため受診。普通にありえそうですよね。腹部痛と診断される。1081万円ということですね。いやー、怖いですよね。ノルウェー、クルーズ船内で意識を失いヘリコプターで搬送、肺炎と診断されて、13日間入院。これコロナの場合ってこうですよね。肺炎ってね。家族が駆けつける、医師看護師が付き添い、チャーター機で医療搬送。なんと3019万円。絶対払えない。こんな額。恐ろしいですよね。なんでこんなことが起きるんだっていう話ですよね。で、理由をね、ちょっといくつか挙げてみるんですが、こんなね、背景があって、高額に、なりがちということなんですね。自由診療になるからですよね。日本の国民健康保険ってのはもちろん使えません。医療機関が民営によって経営されてますので、患者からの売り上げで全てを賄っていく必要があるということなんですね。あとはね、僻地に滞在する場合は特にそうなんですが、仮に都会で調子悪くなれば身近に病院があるからいいんですが、僻地の場合っていうのは長時間にわたる救急搬送が必要になるケースがほとんどなんですよね。本当のね、僻地の場合っていうのはもうヘリコプターが出動しますので、もう数百万だとね、済まない事態に陥るわけなんですね。あとは自力で帰国できない場合なんかは日本から助けが駆けつけるっていう場合がありますので、これもね、高額になる理由の一つということなわけなんですよ。で、それではですよ、どういう保険に加入する必要があるのかっていうのを具体的にね、述べていきたいと思います。大きくはこちらの2つの種類があるということを皆さんにご報告をさせてもらいます。丸1、クレジットカード付帯。丸2、保険会社の海外旅行保険ですね。
それでは深掘りをしていきましょう。1番のね、クレジットカード付帯からなんですけど、これね、一番簡単な方法ですよね。ほとんどのカードにはね、おそらくついていますので、気軽に頼ることができるという方法なわけなんですよ。で、これ注意点があるんですよね。まずね、一つ目の注意点が、上限設定がね、貧弱なんですよ。例えば、100万円とかね、200万円とかっていうのが多いわけなんですよね。だからこれで賄えない場合っていうのは、実費でね、払っていく必要があると。あとは、これもね、よくね、気をつけないといけないですね。自動付帯と利用付帯の2通りがあるんですよ。で、これ自動付帯だとカードをね、所持しているだけでいいんですけども、利用付帯の場合っていうのは、航空機チケットなどのね、事前購入の場合にそのカードを使う必要が、決済で使う必要が前提となるので、注意が必要ということなんですね。このあたりの確認っていうのは、クレジットカードのね、規約を読むことで知ることができるわけなんですね。といってもね、分厚い規約をいちいち読んでられないよっていうふうにお考えの方もいらっしゃると思うので、ぜひね、こちらの手法で検索をしてみてください。とっても簡単です。ご自身のクレジットカードの銘柄名と、あとね、海外旅行保険っていうね、キーワードをつけてググっていただければ、すぐに見つかるはずですので、ぜひやってみてください。で、ここでポイントなんですけども、コロナの場合にですね、保証が有効なのかって、これめちゃくちゃ重要ですよね。ここなんですけど、おそらくですね、ほとんどのカード会社が付帯する海外旅行保険において、有効というふうに理解して差し支えないんじゃないかというふうに、私自身ね、一応理解はさせてもらってます。で、これね、全てのカード会社を細かく調べたわけではないんですけども、例えば私が使ってるアメックスなんかは、保証されるね、旨の発表が、実際ウェブサイトでされていたりですとか、ただね、注意しないといけないのが、保証の対象条件というのが、旅行終了後の72時間以内ですね、に発病して治療開始された場合とありますので、これはね、通常の病気であればいいんですけども、コロナの場合っていうのは潜伏期間がありますよね。なんで、1週間、2週間経った後にですよ、発症して入院したっていう流れもありますので、例えばね、こういった場合は、ちょっと別のカードに記載あったんですけど、出光カードなんかはですね、帰国後であっても30日以内の発症、治療開始であれば保険でカバーされると、ありますので、このあたりの条件についてもご自身のカードの条件、ご確認される、把握されるってことをお勧めさせていただきます。でですね、あともう一つ目のポイントがあるんですが、これはね、医療費保証というのは上限額を合算できるっていう話なんですね。で、ちょっとこれどういうこと、こいつ何言ってんのかようわからんって思われた方いらっしゃると思うので、もう少しね、具体的に例を出して、ご紹介をしたいと思います。で、例えばなんですが、私がね、いつもショッピングで使ってるカードを、例えば楽天カードを持って、そのまま海外に行ったとしましょう。で、このカードにはですよ、200万円の利用付帯がついていますよということなんですが、そのカードで航空券をきちんと購入をして、海外に行くということですね。で、コロナにかかってしまうということなんですが、そこで、入院治療費が例えば400万円かかったとしましょう。この場合、私はですね、保証されてない金額が200万円はみ出してしまいますので、この額をですね、自腹で支払っていく必要があるわけなんですね。この場合どうされます皆さん。ね、自腹でもう支払わざるを得ないというところなんですが、ここでね、裏技があるんですよ。で、これはもう一枚のカードを、持ってる場合に有効な手法ということなんですが、例えばなんですけど、このね、楽天カードと一緒にアメックスのカードを持っていたとしましょう。アメックスのゴールドカードで仮に持ってたとしましょう。そうするとね、自動付帯の海外医療保険っていうのはちょうどね、200万円アメックスのについてますので、そちらの上限額が楽天カードに合算されて、結果的にですね、400万の支払い、すべてカード会社にお任せするということができてしまうわけなんですね。で、これね、めちゃくちゃ賢いですよね。で、今回ね、紹介したテクニックというのは、日本障害保険協会のウェブサイトでも案内されている方法なんですね。で、これね、もう複数のカードを持っておくだけで、コロナがもたらす経済面のリスクっていうのが、ある程度ね、コントロール可能ということが、分かってくるわけですよね。それでもね、そんな何枚のカードもね、持ってないし、きちんとした保険会社の商品をかけた方が、安心できるよね
っていう方もいらっしゃると思いますので、ちょっとね、その話をしていきましょう。ということで、丸2番ですね。保険会社の海外旅行保険ということなんですが、こちらをですね、選択するメリットというのは、条件がシンプルなんですよね。先ほどご紹介したように、クレジットカードの場合っていうのは、多分ね、利用付帯なのか自動付帯なのかであったりだとか、利用付帯の場合は航空券をね、その場カードを買ったりしないといけないので、ちょっとね、ややこしいわけですよね。あとは、上限設定が、クレジットカードの場合ね、ちょっとやっぱ緩いんですよね。額が少ないので、このあたりの手厚さを求めたい場合っていうのは、保険会社が出している旅行保険をですね、使うのがいいんじゃないかといったところですね。で、大体の会社は上限額がですね、1000万から3000万円で設定されているものが多いんじゃないかと思います。価格 .com でいくつか確認してみましたので、皆さんに紹介をさせていただきます。例えば韓国に3日間渡航するという場合に治療費上限1000万円の保険をかけた場合っていうのは1人当たりですね、870円というぐらいの額で加入できるわけなんですね。これだったら入っといても損はなさそうですよね。で、もう一つね、例を挙げると、ハワイに6日間行きますよという場合に、ちょっと手厚く治療費上限ね、3000万円の保険をかけたいですよといった場合に、1人当たりね、6020円という額が表示されますので、これも、これで安心買えるんであれば、そんな高い額ではないのかもしれませんよね。で、こういった価格というのは時間とともに変化することがね、想定されますので、ぜひご自身の目でチェックされることをお勧めさせてもらいます。で、本日のですね、動画での解説は、ここまでになるんですけど、どうでしたでしょうかね、皆さん。私はね、週末にちょこっとね、飛ぶことが多い。2、3日飛ぶことが多くて、回数をね、その分こなしていくっていうスタイルの渡航が多い人間なので、長期目線ではクレジットカードの付帯をうまくね、組み合わせながら、充実したプランっていうのを編み出していきたいなと思っています。将来ね、具体的にどういう組み合わせがベストなのかっていうね、私の考えをもうちょっとね、まとめて、皆さんにね、お伝えできたらいいかななんて思ってますけども、まずは2、3枚のカードで付帯がついてるものをね、いくつか組み合わせて持っておくっていうのは非常に有効的なんじゃないかというところですよね。あとはね、コロナ明けの海外渡航の一発目に関しては、ちょっと試しにね、旅行保険っていうのは自分で考えてね、購入もしてみたいなと思ってます。皆さんもね、ご自身に合ったプランっていうのを今のうちから想定しておかれるといいんじゃないでしょうか。ということで、お疲れ様でした。さよなら。